月9日、厚生労働省は毎月勤労統計調査を公表した。公表資料によると、3月に労働者が受け取った現金給与の総額は平均30万1193円で、2023年の同じ月と比べて 0.6% 増え、27ヶ月連続で前年を上回った。しかし、その一方で、消費者物価指数の前年同月比は 3.1% 上昇し、現金給与総額の伸びを上回っており、物価の影響を考慮した実質賃金は 2.5% の減少で、24ヶ月連続のマイナスとなった。この実質賃金の減少は、1991年以降で過去最長を記録したという。公表資料によれば、前の年の同じ月より実質賃金がどれくらい減ったか、という実質賃金指数を見てみると、この1年間は次のような数値になる。23年4月 3.25 月0、96月1、67月 2.78 月2、89月 2.90 月2、31月 2.52 月2、124年1月1、12月 1.83 月2。5、政権与党の自民党は、ホームページや党広報の公式 SNS で、堂々とこう歌っている。物価上昇を超える。さらなる賃上げを実現する。過去最長の24ヶ月連続の実質賃金マイナスの方に、国民からは怒りと悲鳴の声が上がっている。X を見ると、何が物価高を超える賃金上昇だよ。岸田くんにはこの資料は手元に行かないのかな。このまま物価高が続いたら生活できないだろうが、岸田くんが何とかしろよ。国民から税金を1円でも多くもぎ取るより、自分たちがボーナス返上したり、議員報酬を 50% カットとかしろよ。いつもそうだ。自分たちは傷を負いたくないから国民に全て負担させる。これが日本の実態だ。自民党のベテラン議員秘書はこういう。今政治資金規正法の改革に向けて議論されていると思いますが、国民の一番の関心事は物価や光熱費、税金、社会保障費などの値上げです。少しばかり給料が上がったからといって生きていくためのお金が減っているわけですから、死活問題なのです。このまま実質賃金がマイナスの状態が続けば、岸田政権の息の根が止まりかねない。党は物価上昇を超えるさらなる賃上げを実現するとぶち上げていますが、実現できなければ公約違反と集中砲火を浴びてしまいます。岸田さんには生活実感というものがないのかもしれません。物価上昇を上回る賃上げが本当に実現する日は来るのだろうか。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。賃上げをすれば物価は当然上げなければいけない。賃上げされても物価高が収まらない限り、実質賃金が上がっていないも同然なのに、そこにどこまでこだわるのだろうか。自分の賃金を上げたいから物価高になっても賃金と言っているのだろうか。いずれにしても今の日本の状況では円安も抑えられないし、物価の高騰も抑えられないと思う。やるなら賃上げプラス税金の引き下げをしないと日本は良くならないし、一般市民の生活も安定はしないと思います。そもそも景気が良くなりインフレになっているのではなく、円安により物価が上がっている。そりゃ賃金上昇よりも物価上昇の方が上回るのは当然。経団連は輸出によってボロ儲けをしている大企業の発言力が強く、そんな人の話しか聞かなければ、現在の景気はよく賃金も上がっていると勘違いするだろう。しかし大部分の人は、円安はデメリットの方が大きい。その証拠が実質賃金。いい加減に利権を持ち甘い汁を吸う一部の人ではなく、多くの国民が潤う政治に変えてほしいよ。決算発表を見てましたけど、トヨタは初めて税引き前利益で5兆円を超え、JR や航空会社は燃料高騰等で苦戦している。思うのですが、企業ではなく政府が国民へ賃上げして国家公務員のように給料を払ったらいかでしょうか。企業は人件費は負担せず、それが全部利益となって課税し、その財源から国民には働いた分だけ給与支給すれば、円安で好調な企業が円高で苦戦する企業をカバーして良いのではないだろうか。平均手取り30万。私は非宿関係なくほとんど休まず夜中も掛け持ちで働いておりますが、手取りで30いくかどうか、確定申告にて手取りが減る。年収による税金の変動なので今月、お給料をいただいてどれだけ引かれているか、考えまた掛け持ちを増やそうと求人を見ています。私にとっては身体しか資産がありませんから壊したくはありませんが、無理しないと厳しいですね。物価高、本当にじわじわ効いてきます。まだ掛け持ちできるだけありがたいと思っていますが、たとえ賃金が上がったとしても企業はタダで上げられるはずもなく、その分物価も値上げせざるを得なくなる。その上、増税なんかされたら所得は差し引くとさらにマイナスになるんじゃないか。これも岸田自民の穴。国民がプラスになるように動くはずがない。もう今までが十分証明している。
この流れを変えるには野党に政権交代しかない。頼りなかろうが何だろうが、国民の方を向いた政治をするか、自民のように自分党のためだけの政治をするか、その違いで結果は大きく変わってくる。賃上げコストは物価に転嫁されさらなるインフレを生む。同時に基礎控除額の引き上げ、あるいは所得税率の引き下げ、消費税減税、社会保障費減免等の可処分所得を下支えする政策を行わなければ、賃上げは国民への単なるステルス増税。4月の消費者態度指数は前月比 1.2 ポイント低下し 38.3。7ヶ月ぶりのマイナス。消費態度指数は50で良くも悪くもない指数であり、長年消費が堅調でないことの証左。経済の根本は個人消費。経済の根幹である個人消費を促す弾力的な政策は何一つ行われていない。景気を無視し、経済の低迷期でさえ国民負担を上げ続け消費を抑制し、大企業優遇の雇用政策、規制緩和により国民全体の所得を減らし続けるこの国の政治家、官僚は異常、危機を乱立させ、既得権益絡みの予算歳出の青天井は見直すこともせず、ひたすら財源論を唱え、政策効果も継承せず搾取の方法のみを議論しているこの国に明るい未来はないように思える。この超物価高で物価変動を加味した実質賃金が上がるはずがない。おまけに電気、ガス料金の負担軽減措置も5月で終了。電気料金が大手で軒並み値上げ。ガソリン税は二重課税。消費税は 10% のまま。子育て支援金徴収。物価高で日々のやりくりに余裕がなくなってきている。岸田首相は、物価を上回る賃上げと言ってたのにありえない。政府は国民から増税して徴収するばかりでなく、もっと一般市民の暮らしに目を向けてほしい。今年の春闘で大手企業を中心に満額回答が示され、政府としては賃上げと物価の好循環と評価しているようだが、現実問題として賃上げされても可処分所得が増えるわけではないです。円安は物価高に影響し、加えて増税で日々の生活は苦しくなるばかりです。多くの国民は当たり前のように行われている値上げラッシュに悲鳴を上げているのです。物価高の要因を作っているのは政府、日銀ではないでしょうか。円安を食い止め円高にシフトし、コロナ禍以前のように120円台130円台で推移すれば今のような物価高にはならないでしょう。賃金が多少上がっても実質賃金が目減りすれば賃上げの意味がないです。負けの連鎖に陥っている現状で、物価に見合う賃上げなど、今の現状の経済状況では無理がありすぎると言える。為替状況も不安定で円安が続き、輸入物資の高騰も煽りを受けている状況により物価高騰となっている状態で、利益が少ない企業が人件費に対しても増加支出しなければならなくなることにより、しわ寄せが物品単価へのしかかることで、物価高騰を増加させると言える。また、運搬運送の費用も今以上に値上げされることは24年問題で分かっていることなので、送料費用も増加し燃料費も増加するのが予想されている以上、物価高騰以上の賃上げは負けの連鎖をますます引き起こす要因と言えると思う。自民公明の経済政策は、経済再建なのか何なのかも理解できないと言っても良いと言える。国民ファーストではなく、自分たち議員ファーストとしか思えない。給料からたくさんの税金が引かれ、物価高、スーパーで買うものを選ぶのが大変です。結局、税金たくさん払っても、自分たちのために還元されるのではないのが残念です。健康でなければ、働けません。健康でなければ子供は生まれてきません。健康第一です。外国に支援することも大切かもしれませんが、自国の将来をもっと考えてほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。